みつるくんの元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。Chapter. Chapter 11. Previously. 桑名と八神に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。Chapter 11. Undercover. Few days later. さすがつくもよく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。でたどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。ええ、楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのならそこへ行くのがベストでしょう。しかしよ八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ。沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね。楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから。僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。分かった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ、八神。お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構ヤバい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃあの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。いっそ八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも
また杉浦借りちゃって。何を今さら水臭いですぞ。ではこれにて。I should head to Toto University Hospital and convince Reiko Kusumoto to turn herself in. No, Kitakata-sensei, please don't speak. Your phone is compromised by public security. Sugiura is the driver. 何を。大丈夫。降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは。俺らは探偵で北方先生とも話をしています。みつるくんのことや、それから5年前河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そうならご用は何です。真実を伺いたいんです。あなたの口から。河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。先日北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今クワナと名乗り偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。 Is she surprised at all? Or maybe she already had a hunch. 結果から言うとあなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうとクワナを追っています。今の状況がわかりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。みつるくんの身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行している。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまり
しがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。すべてのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ、継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は、確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとっては、あなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね。現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いて、あなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレがカムロ町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。 Naturally, she wasn't going to divulge any secrets, having just met me, and I don't have enough evidence to make her talk. 公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら、儲けものです。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安は、やがて楠本満と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが澤先生です。彼女は満君の元同級生で、江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越場の教育実習まで担当してたんです。間もなく RK は偉人町まで来て澤先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。澤先生は桑名が三越場殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。She's been flustered since I mentioned Sawa Sensei's name. This is my chance to ask her questions I can't ask anyone else. Okay. I guess this one. 公安からあなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか？
そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか。連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？国民が積み立ててきた年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。え？それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんうまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ。ちょっと置いてかないでよ、八神さん。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で、楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたってそれこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと？ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。それにしても160兆って。もうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか？かもしれませんね。Same thing as before. Guess the murder? 河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか？北方先生と話したなら、あなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。充が受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔して充の病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば彼らは充に目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているならこれ以上私に何を聞くんです？ That's it. Okay, so I'm asking all three questions. Last one. How's your son doing now? 息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。
そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。That's it. わかりました。改めて言いますが、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう下ろしてください。何かクワナに伝えることはありますか？あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上、捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら、知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと？ええ。その時は多分絶対表に出ない場所で、誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ、公安に逆らえなくなる。そうですね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でもそれが何なんです？え？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたは充が何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。充へのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。充のために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合がカムロ町で働いていると聞かされ見に行った。河合は充の飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。充をいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらい。だから私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの？クワナもそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか？これは澤さん。あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから
同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったら、これで俺たちにも連絡くれますか？こっちの話は以上です。車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああだからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。Okay. Well, I think I'm going to stop right here for now and continue another time as usual. Alright then. Later. And I'm back with some more Lost Judgment, so let's continue then. Restaurant real quick. Quick second.う、なんだよ。しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの 2,3 日だったろ、桑名。そりゃなんつうかお前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。何か電話じゃ済まねえ話か？楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。なんだと？相手はなんて言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ？あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか？あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を進められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どのみち彼女は絶対に捕まらねえぞ。Kuwana has Kawai's body hidden somewhere. I remember Yoimamiya said so. 楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。
俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。その証拠は？証拠もないのに人を疑うなんて。お前そんなことで本当に弁護士だったのか？今カムロ町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いていると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか？沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか？お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐニコシバという生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。すべて打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで行ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか？沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか？誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと。俺は第2第3の楠本充を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせクワナ。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。I think I'll call it a day. I should get back to 99 and rest up. Okay. You have us added to your case file. 何見てんだ？Suplex.
couch.もしもし。白崎です。八神さん、今日も横浜ですか？ああ、もしかして江原の裁判の件？ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか、事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな？かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか？わかった。もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。Okay. I should take a taxi to the courthouse. But since it's daytime, maybe I could check on the dance club. Oh, yeah, there we go. Oh, Itokura, you're here too. So how's the MRC treating you? I'm tired of it. Tired of it? So soon? I mean, I read every single book in the club room. There's nothing else to do. You did? Already? She's quite a fast reader. Ridiculously fast. Never knew you had it in you, Itokura. Hey, Amasawa-senpai. If there aren't any mysteries, then the MRC has nothing to do. What's the point in even coming to school? Then I guess I'll go buy some new books. The club's already low on funds this month too. So anyway, Amasawa, you wanted to talk about something, right? Is it related to the professor? Indeed, I wanted to discuss another possible criminal investigation. I'd like to ask you to go undercover again, but this time in the Robotics Club. The Robotics Club, huh? This should be interesting. Right, Robotics Club. Didn't know Serio had a Robotics Club. Oh yes, a few years back, a handful of students established this club based on their one common interest, robots. Recently, they've even participated in robotics competitions. You mean that whole thing where they use robots to compete in soccer and other ball games like Tamer? I don't even know if I pronounced it correctly. Tamer? Tamier? That's right, many different groups host them each year using their own variation of the rules. The Serio Robotics Club participates in a business-sponsored tournament called the RE Robo Rally. It's a huge event that invites technical college students, robotics clubs, and even teams of working adults to compete for a large cash prize. So some average high school club signed for a tournament like that? Sounds like an uphill battle. Quite so. It's an uphill battle every year, I'm afraid. I hear they always lose in the preliminaries. High school robotics clubs typically have limited funding, not to mention they lack the proficiency that a college-age group would have. Despite their shortcomings, the Serio Robotics Club made a huge leap forward when one particular transfer student became the club's president. A second year named Domo Okitegawa? Try again. Domo Okitegawa. On the second trimester, Okitegawa-kun transferred over from a high school in another prefecture. He was a member of his previous school's robotics club as well. Before he transferred, he consistently received top marks in robot competitions. With him joining the ranks, the robotics club's streak of preliminary losses changed drastically. Okitegawa-kun's management and production abilities rivaled that of seasoned adults. The once feeble robotics club has practically transformed under his leadership. Transformed? Just as one example, the club had typically struggled with funding, but he waltzed in and secured a spot.
but he won't stand in security sponsorship from a shopping district. He even drafted schedules for the club, which were immaculate, and the club quickly saw an increase in efficiency and productivity in their work. A high school student did all that? I gotta say, that is pretty impressive. Okay, the professor. So then, how are the Robotics Club and the professor related? Yagami-san, are you familiar with the string of robot-led thefts terrorizing the streets of Ajinsho? Citizens of Ajinsho will be out and about, then suddenly a robot will appear and snatch goods like expensive bags off of them, and then it runs off. Yeah? Afraid this is the first time I'm hearing that one. Are robots really that sophisticated? Absolutely. With its mechanical arm, it can firmly grasp onto things like bags and make a quick escape. On top of that, it's highly maneuverable. It can fit into openings too narrow for a human to follow. Sounds like even more trouble than a flesh and blood thief. The most targeted items are expensive bags that contain large amounts of cash. Some bags are worth over 1 million yen. We're talking damages that have now surpassed several million yen. So then, are you claiming the robot behind these incidents came from the Serio Robotics Club? Do you have any proof? As a matter of fact, I discovered this bolt along one of the robot's escape routes. They're the very same bolts used by the Serio High Robotics Club. Wait, what? Bolts. You're positive the Serio Robotics Club is using these bolts? Yes, 100%. They were originally custom made by a factory in Ajinsho, but it went under and lost its client. That's when the Serio High Robotics Club bought them in bulk for a low price. Makes sense. I can see why you'd suspect them. Additionally, rumor has it these stolen goods are being used as a source of funding for criminals. Well, it would be tough to fence stolen goods through the usual channels. Right, and I have just the ones in mind who would perform such nefarious deeds to get by. The professor and the Miyuke-hin gang. We're the MRC, we can't simply sit by and ignore this, can we? Obtain thieves' bolt. Yeah, I hear you. I'll see if I can get in good graces with the Robotics Club, but I'll need a reason. You'll greet him as an outside counselor. I've already received approval from the chairman. One step ahead as always. Though I have to say, I'm surprised the chairman gave the thumbs up. To be honest, the advisor and the Robotics Club have never been on good terms, and the chairman is glad to have a mediator to keep an eye on them. As for why they're at odds with each other, I have no idea. Interesting. In that case, maybe they'll just welcome me in. Well, because of the dispute with their advisor, apparently the Robotics Club members have a general distrust of adults. As such, it's possible they may reject you as well, Yagami-san. Right, then. Sounds like earning their trust is going to be tricky. Amasawa, I'm on my way to the club room. Where can I find the Robotics Club? In the corner of the East Building's 4th floor. Alright, well, guess I better show my face. So, this is the Robotics Club. どうも。今日から外部指導員することになった八神だけど、部長はいる？私が部長の沖手川ドームです。理事長から話は聞いています。そっか。それじゃあ話が早い。これからよろしくな。Oh, warm welcome, I see. 八神さんでしたっけ？一つお聞きしたいことが。ロボットに関しての知識は？いや、特にないけど。またこれだよ。八神さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。我々は我々だけでうまくやっていますので、部活に来ていただかなくて結構です。Turning me away right off the bat, huh? Well, this throws a wrench in things. 沖手川くんだっけ？一応俺も仕事で来てるから、必要ないって言われても困っちゃうんだよね。邪魔はしないからさ、時々見に来てもいい？
さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろうし。まあ邪魔をしないのなら。それじゃあ改めてよろしく。Yeah, right. Best of friends. Here goes nothing. Better read all the members. Great. It was kind of like it was kind of doing the auto thing right there. Don't know if I did that by accident. Talk to the Robotics Club members. Hey there. Nice to meet you. Oh. Hello. My name's Yagami. I'm an advisor with the Mystery Research Club. What's your name? My name's Tetsuro Kurumazaki. I'm a second year. Can I ask you, let me try that again. Can I ask what you're making? Oh, these are the blueprints. I'm responsible for the I'm responsible for the designs. Oh, wow. That's pretty awesome. So is what you're drawing up now for the robotics contest? That's right. This is incredible. You drew this? Yeah. Could he just be super shy? Well, seems like it. Guess that's the blueprint right there. That little baby thing. We got some other stuff on the wall as well. Oops, let's see. And you got some, well, drawings right here. And you got a hot anime girl right over here. Okay. Guess I'll talk to this guy. I'm Yagami. I was asked to act as your outside counselor starting today. It's nice to meet you. Yep, this guy, this police student. He totally ignored me. Excuse me, what's your name? Shion Takamori. I'm in charge of construction. Let me try the part again. I'm in charge of construction. And what would construction entail? Following the blueprints and building the robots. Oh, so you build them. Sounds fun. What kind of robot are you making now? Hey, I'm a little busy right now. You mind? Ah, my bad. Sorry for bugging you. I need to get back to work. Gonna have a tough time getting this bunch to open up. Nope, and that's it? Just these two? What about this guy? Weird. Why isn't it moving? Hey there. Oh. I'm Yagami. Nice to meet you. Who might you be? Well... says his name is Sakura. I'm Dento Sakura. The first year, I'm the robot's lead programmer. Were you having some trouble there? Yeah, it's the robot. I just can't get it to move. What do? I don't need another tongue lashing from the president. You look a little stressed out. Well, to be honest, I just recently started programming, except I don't have a proper senpai to teach me the ropes. I see. I wish I could help you out with that, but I'm not much of a programmer myself. And the president? Do I talk to him? What are you up to? I'm laying out our current milestones and the workflow progression using Agile. Huh? Like your agility? No, Agile, it's a cutting-edge project development method that's being adopted by all sorts of software designers. Uh-huh. I'll try to rephrase it in a more digestible way. Instead of blindly trying to build a complete model, it repeats trials, tests, and modifications to achieve the ideal form. Compared to the waterfall model of the past, you can have a much shorter development cycle. Wow, sounds complicated. Well, you're not wrong. High school students have a difficult time wrapping their heads around development models of this level. It does require mastery management, after all. Depending on our opponents for this tournament, we'll need to have flexible spec changes, so that's why we're using this model. In fact, we're running a scrimmage with our prototype models later today. We'll examine the results to adjust our design principles for the future. He really had a standoffish vibe at first, but he's been surprisingly friendly. Ah. Yagami-san, you made us a promise, right? Didn't you say you wouldn't get in our way? Let me try it again. Didn't you say you wouldn't get in our way? I take it back.
And I guess I'm done here? Yeah. Talk to all of them. Everyone here is keeping their guard up. Pretty much night and day compared to the dance club. It's time. Yep. All standing up. Oh, something going on? The scrimmage. Ah, right. The thing you mentioned earlier. Okay, let me try that again. Ah, right. The thing you mentioned earlier. You gather data from these practice matches and make adjustments. Try that part again. And to make adjustments as necessary. Correct. No. Mind if I watch too? Fine. Just as long as you don't get in our way. Of course. Consider me a fly on the wall. This guy. I get the sense they don't like me much. They seem like they want to keep to themselves. Some of them at least. Whoa, what the? This dedicated field is where the matches for the RE Robo Rally are held. Dang, looks professional. No, rival? Or most rival group, right? I'm Matsunaga. Let me try it again. I'm Matsunaga from West Mitsuya High. Looking forward to the match today. I'm Okitegawa of Serio. A pleasure. What? Are you kidding me? What's the matter, Takamori? Mizuzaki won't be coming. What? What do you mean by that? He jammed his finger during track practice. I told him to focus his attention. Let me try it again. I told him to focus his attention on the Robotics Club before the tournament. No. What's wrong? Mizuzaki's this fellow on the track team who I asked to control the robot as our guest operator. So he jammed his finger and can't do it anymore? Can anyone else? Let me try it again. Can anyone else in the club operate it? Well, I mean. What? Me? No way, I suck. What about him? I'm famous for my butterfingers. The robots are radio controlled, so they're a bit unconventional. Misuzaki isn't part of the club, but he had the experience, so I asked for his help. Ah, I see. Fine, how about I do it? That guy? No, not Takamori. What? Why the hell not? Let me try again. Why the hell not? That's your reason right there. You have a very short fuse. We can't afford you getting emotional in the middle of a match. That's not gonna happen. Radio controlled, huh? Let me try it again. Radio controlled, huh? In that case. No. Because he controls drones. He's messed with drones. Mind if I be the operator? What? You? Yagami-san? I actually use a drone for my work pretty often. I know my way around a radio control. Try it again. Try it again. I actually use a drone for my work pretty often. I know my way around radio controls. You've operated drones? How much experience do you have? About 5 years worth. I'd like to think I can handle more. Let me try it again. I'd like to think I can handle a more delicate situation like this too. No way. Forget it. What are you even saying? I hope he's thinking about it. Very well, Yagami-san. Please take, please take over as our operator. What? Okitegawa, you son of a... This is the best course of action we can take for today. It's the optimal solution. Oh, no. Why is this even an option? He isn't even in the club. It should be me. Like I said, process of elimination. Hey. So, like, this guy's a teacher, right? The RE Robo... reading the wrong voice. The RE Robo Rally permits adult participation as well. There shouldn't be an issue. I mean, yeah, but... Okitegawa, can you show me the controls? Yes, of course. Give us about 5 minutes, Matsunaga-san. Huh? Well, fine, I guess. Competition rules overview. You'll be divided into blue and red teams and battle each other in a territory-controlled game using 3 robots. On a battlefield composed of multiple panels, you will take and position blocks
To expand your team's territory, victory condition. You win if you fulfill one of the following conditions. You have more territory, obtain panels than the opponent by the end of the game. You take over the enemy team's base. Or you take over the enemy team's base, yeah. Obtaining rewards. Regardless of the match type, you'll obtain... Let me try that again. You'll obtain rewards by winning. Base. The base is your initial position at the start of a match, and the points where a robot returns when it's destroyed. Destroying robots. Robots that are destroyed will be forced to return to the team's base and temporarily cannot return to the match. Okay. Now, Yagami-san, let me teach you how to control the robots. Thanks, I appreciate it. Due to recent technological advances, you can control every function using your smartphone. Oh wow, so it really is like the drone. I think I can work with this. In a match, other than the leading unit you'll directly control, Yagami-san, you'll be forming a team of 3 with 2 other AI-controlled units. However, since we're limited on time, I'll just have you using the leading unit to teach you the basics of robot control. Oh, roger that. Now, a brief lecture on robot movement. Okay, move the robot to where the marker is displayed. Left and right, forward and backward. Face, then go forward. Success.